それでは第1部を始めます。まず候補者の皆さんの主張を伺います。事前に一番訴えたいことをお書きいただきました。これについての説明をお一人1分でお話しください。なお、制限時間は皆さんの前にあるランプでお知らせします。制限時間の10秒前になりましたら、ランプが点滅を始めますので、発言を締めくくってください。今、手もまで光っています。このような形です。制限時間になりましたら、ベルを鳴らして、ランプは点灯したままになります。時間をお守りいただきたくお願いいたします。それではまず小林孝之さんからお願いいたします。はい、小林孝之です。よろしくお願いします。世界をリードする日本を作る、そのビジョンを掲げて昨年の総裁選に挑戦をしました。それから1年、全国を回りましたが、肌で感じた声というのは、この世の中の閉塞感と、こんなに頑張ってるのに、暮らしが全然良くならないよと。特に現役世代の方の不安、諦め、こうした声でした。だから私は現役世代、中間層をしっかり支援していくことで、この方たちが頑張れば報われるんだ、その実感を持っていただくこと、そのことが次なる成長につながって、社会がさらに強くなると私は信じています。私は日本に可能性が大いにあると思っています。日本の力はこんなもんじゃない。世界の真ん中に日本を立たせるために頑張らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では続きまして、茂木敏光さん、お願いいたします。国民の求める結果を出す、このように書かさせていただきました。まずは、当面の物価高対策、ガソリンの暫定税率の廃止をはじめ、スピーディーで効果のある政策を実行に移していきます。その上で何より経済成長です。どうやっていくかと。まずは成長分野への投資を拡大する。それによって企業の収益性も上がる。賃上げができるようになる。賃上げが定着すれば消費も拡大する。それによって市場が大きくなり、大きくなった市場、事業にまた新しい投資が呼び込まれる。こういった経済の好循環を作っていく。それによって物価高を上回る賃上げ、これを確実に実施をしていく。これが国民の求めていることではないかな。これを速やかに実行に移していきたい。そう考えています。続きまして、林芳正さん、お願いいたします。はい、経験と実績で未来を開く、こう書かせていただきました。先ほどの冒頭の理事長のご挨拶にもあったように、我が党を取り巻く状況、そして日本を取り巻く状況、決して明るいものではありません。しかし私は、夜明け前が最も暗い、この言葉を信じたいと思っております。みんなでこの暗い状況をですね、一致団結して乗り越えていく。そのことで、この言葉が本当になる。夜明け前最も暗い。夜明けは近い。この日本を実現していきたいと思います。はい。それでは高市早苗さん、お願いいたします。こんにちは。私は戦略的な危機管理投資で、経済成長へと書かせていただきました。今や世界の潮流はさまざまなリスクを最小化するために官民でしっかりと投資を行う、その方向に向かっております。日本もそうあるべきだと思っております。幸い私たちの日本には世界共通課題と言われるさまざまな課題を解決できるだけの技術力がたくさんございます。このきら星のような技術をしっかり製品サービスにして国内市場はもちろん世界の市場に展開していくことによって必ずや日本はまだまだ成長できます。私は国民の皆様の安全を守るとともに成長を未来へ、こう訴えております。必ずできます。日本を世界のてっぺんへと、こう訴えながら頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます。続いて小泉進次郎さん、お願いします。はい、私は総理総裁になった暁には、インフレ対応型の経済運営に転換をさせていきます。まず、今、日本経済の状況は、デフレからインフレの局面にあります。そのために、この経済運営に転換をする必要があると思っています。まずは、物価高対策として、
ガソリンの暫定税率の廃止、そして所得税も基礎控除等を物価や賃金に上昇に合わせて引き上げていくことで、インフレ対応型に進めていきます。そして公的支出の在り方もインフレ対応型に進めていくことによって、物価を上回る国民所得の上昇を実現をします。また、これからの活躍の可能性、成長の可能性は地方にあります。地方に投資を呼び込んで、企業を呼び込んで、産業の拠点を作って、日本の生産力、供給力を拡大をしていきます。設備投資の即時償却の拡大や、研究開発税制の強化など、政策を総動員してまいります。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、候補者同士の討論と参ります。進行は山下武企画委員が担当いたします。山下さん、お願いいたします。山下です。よろしくお願いします。では、始めます。順番は一つずれて、茂木さんからになります。相手とテーマを指定して、1分以内で質問をお願いします。はい、ありがとうございます。それではまず、高市候補にお願いをいたします。経済財政政策についてであります。私は増税ゼロの政策推進、これを訴えております。高市候補は積極財政派だと思いますけれど、赤字国債の発行についてどう考えるか、また新しい政策には新しい財源をという個別政策と財源をすべて結びつける今の財務省のスタンス、これをどう考えていらっしゃるか、お聞かせください。はい、高市さん、1分以内でお願いします。はい、ありがとうございます。まず将来世代への最大のツケは借金ではなく、成長の創出だと思っております。ですから私は将来の財源を生む投資、これを重視し、今始めるべきだと思っております。で、赤字国債、ということでございますけれども、これもですね、日本の国債は9割以上を国内投資家が保有していて、最も、世界で安定した債券市場の一つでございます。名目成長率が国債金利を上回る状況というものをしっかりと維持できれば、債務残高の対 GDP 比、これは自然に安定していく。財政の持続可能性というものを重視いたしております。講談のご質問にも大体お答えできていると思います。茂木さん、一言お願いします。はい。投資の拡大を起点としたですね、経済の好循環の実現ということでは、大体意見が一致していると思います。その上でですね、経済を拡大して必要な財源を生み出す、こういう具体的な政策、これが求められていると、私はそう考えています。次に林さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、それでは小泉候補にお願いをいたします。100万円給料を増やすと、こういうこと、方向性は私の 1%、実質成長と一緒だと思っております。先ほどインフレ対応型というお話がありました。大体どれぐらいのインフレ率、物価上昇水準を想定されておられるのか、それについて日銀とですね、どういうふうに連携されていこうとしているのか、そのことについてお聞きしたいと思います。小泉さん、お願いします。はい、ありがとうございます。今、林候補のお尋ねのあった私の掲げている目標の2030年に設備投資は135兆円、そして平均賃金は100万円アップと、こういったことについてどのようにということと、物価上昇率ということでありますが、これは実質賃金は 1% 程度の成長を続けていく、そして日銀の物価目標 2%、このことを前提にしたときに、2023年の419万円が2030年には515万円に約100万円アップすると。その賃金を上げていくために、政策を総動員をしていきます。賃上げ促進税制、そしてまた中小企業や小規模事業者も含めた生産性の向上や DX、省力化投資、こういったことに加えて、地方自治体の発注のインフレ対応型の見直し、そして公的価格で医療、そして介護、また教育、こういった公定価格で働いている方々の処遇改善をつなげていく。そのことによって、この実質賃金の成長と、また最終的に100万円のアップ、これを達成していきたいと思います。林さん、一言お願いします。はい、施策の部分はほとんどかぶっております。講談の日本銀行との連携については、また会を改めて聞かせていただきたいと思います。ありがとうございました。
高市さん、相手とテーマを指定して質問をお願いします。恐縮です。今と同じ質問になるのですが、小泉候補にお願いをいたします。2030年に手取り 100%、100万円増やすということなんですけれども、現在の賃上げ目標のペースを維持するということ、これで実現をしていかれるということなんですが、具体的にどういうふうに実現するのか、例えば賃上げ促進税制、これ、赤字の中小零細企業では活用ができません。私自身はこれに対してできたら、そういう赤字企業に対して賃上げを推奨メニューとした地方向けの交付金を考えておりますけれども、そういった方法論ですね、それからそもそも所得の格差が拡大しつつありますので、一部の高所得者がの賃金が上がってもですね、なかなかそれ以外の賃金が上昇しないというケースもありますので、平均賃金っていうのは上昇することになりますが、むしろ中央値で見ていくべきじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。小泉さん、お願いします。はい、ありがとうございます。先ほど林候補のお尋ねにもお答えをしたとおり、賃上げの促進税制を活用する。そしてまた、中小企業、小規模事業者、高市候補は特にこの中小企業、そういったところで言えば、やはり中小企業も省力化投資、DX、こういったことを進めていける日本政府の後押しが必要だと思います。さらにですね、これは、物価、これ今上がってますから、こういった中で公定価格で働いている方の処遇の改善、そして公的支出の見直し、これ、観光需と言われますけれども、地方自治体の発注の単価、こういったことも見直していかなければいけません。さらに、下請け G メンという言葉が今ありますけれども、やはりこの発注やまた価格転嫁、こういったことが適切に進むような環境整備、後押しも不可欠だと思いますので、政策を総動員して、賃上げの実現、これを成し遂げていきたいと思います。高市さん、一言お願いします。公定価格の引き上げ等々、私も賛成です。でこれはもうすぐにですね、臨時国会を開いてでも、年度内の改定であってもやんなきゃいけない。そのように私も考えております。ただ、これ、日本商工会議所の調査、2025年度なんですけれども、賃上げを実施する中小企業、約7割なんですが、業績が改善しないまま賃上げを実施されたという企業がそのうちの6割でございます。それやはり人材確保のための防衛的な賃上げでございますので、持ち出しも必要な DX 支援、高市さん、まとめてください。すいません、対応というのは、かなり難しいんじゃないかと思いました。小泉さん、相手とテーマを指定して質問をお願いします。はい、私は茂木候補にお尋ねをしたいと思います。茂木候補はですね、今、地方で成長させていかなければいけない、そういった思いで、地方に成長の投資を呼び込んでいくんだとお話をされています。一極集中の是正、そして日本列島の再改造、こういったことを茂木候補は提案をしています。私もそこの地方が経済の再生の主役だというのは同じで、例えば台湾の TSMC、そして北海道のラピダス、こういったことも含めてですね、全国各地にこの企業の投資を呼び込んで、地域の中小企業、小規模事業者も巻き込む形で産業の集積を生み出していく。このためにはどのような取り組みが必要とお考えでしょうか。茂木さん、お願いします。はい、今、小泉候補の方からお話のあったですね、成長分野、半導体もあります。それから AI、データセンター、そしてデジタルの関連、さまざまな分野があるわけでありまして、そういったもの、そういった事業がですね、地方に投資をしていく、このためにですね、設備投資、これはハードもソフトも含めてですね、即時一括でできるような形を取ることによって、今、企業の設備投資、大体110兆円いってますから、これをですね、大幅に伸ばしていくことができるんではないかな、そんなふうに考えているところであります。そしてそれによってですね、研究機関であったりとか、また教育機関もその近隣に立地をするということによってですね、産業の集積、拠点化を図っていく、これによってですね、企業も人材も、そして大学も東京一極集中を是正して、地方の成長力を高めていきたいと思います。
小泉さん、コメントお願いします。はい、ありがとうございます。私としても日本の各地の地方に企業と投資を呼び込んで、産業の集積を図って、そして日本の生産力を高めていく。これは全く同感です。そのためにも、設備投資の即時償却の拡大、研究開発税制の強化、そして大胆な補助金、金融支援、政策を総動員して、実現をしていきたいと思います。小林さん、相手とテーマを指定して質問をお願いします。はい、集中して申し訳ありませんが、小泉候補にエネルギー政策について伺いたいと思います。私はやっぱりこれから電力需要が激増していくので、やはりエネルギー政策は安定していて、安価でバランスが取れていて、戦略性が重要だと思います。小泉候補も安定供給が重要だとおっしゃってますけれども、その中で例えば再エネ、とりわけ太陽光発電、パネルですね。これ正直不安定で調整電源がどうしても必要になってきますし、高いし、また特定国にパネルは依存しているという経済安全保障上のリスクもあります。そしてこの平地面積あたりでは、再エネ先進国のドイツのもう2倍になっていて、主要国トップクラスなんですね。環境の話も最近話題になっています。そういう状況の中で、小泉候補のこの太陽光パネルを含めたこのエネルギー安全保障の考え方について、お示しいただければと思います。小泉さん、お願いします。はい、ありがとうございます。今、小林候補からお尋ねになったエネルギー政策の基本的な考え方については、経済安全保障上のリスク、太陽光についても、これはもちろん留意しなければいけないと思います。その上で、やはり今、日本の問題は、エネルギーの自給率が極めて低い、そして海外依存度が高い、また化石燃料も依存率が高い。こういった中で、やはり再エネ、そして原子力、この国産のエネルギーをいかに増やしていくか、これがまず基本的な立場だと思います。そういった中で、特に太陽光については、地域で環境の破壊につながるとか、そしてまた希少種の保護とは逆行するとか、こういったことについては必要な措置、規制、対応は私も不可欠だと思います。こういうようにエネルギーの安定供給につなげて、経済安全保障、エネルギー安全保障、これに資するような形でエネルギー政策は進めていきたいと思います。小林さん、コメントお願いします。はい、原子力を推進するというところはもう完全に一致しています。その上で、やはり再エネを使えば使うほど調整電源が、火力がどうしても必要になってくるので、そこの課題が残るということと、私も議員連盟で取り組んでるんですけど、環境面では廃棄の話も出てくるので、そこはしっかり取り組むべきだと思います。それとやっぱり一つ気になるのが、ソーラーシェアリング、営農型のこの太陽光発電は、やはり農地をこれから確保していかなきゃいけない中で、もう少し慎重に取り組むべきではないかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では、2巡目に入ります。また一つずれて、林さんからお願いします。相手とテーマを指定してお願いします。はい、ありがとうございます。それ、高市候補にお願いいたします。先日か先々日のテレビの討論の時に、財政の運営についてですね、この意見がかなり、一致したなとこう思わせていただきましたが、一つお聞きしたいのは、債務残高対 GDP 比ということをずっと政府としては今まで言ってきたと思いますが、高市候補は純債務残高という言葉をお使いになりました。この債務残高から何を引いていくと純債務残高になるのかということをご教示願えればと思います。高市さん、お願いします。はい、債務残高対 GDP 比、これは緩やかに下げていく、この工夫はしなければならないのですが、純債務残高、これ政府債務から政府金融資産を引いたものを純債務と考えて、対純債務残高と申し上げました。林さん、お願いします。はい、金融資産、いろいろ種類がありますので、年金ですとかですね、いろんなものがあると思います。また、後々の討論等でですね、お聞きしたいと思います。高市さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、じゃあ今、せっかく質問していただいたので、林候補にお伺いをいたします。今、回答的出直しが必要だと、されております。その中でこれまでの討論などでは石破政権の政策を引き継いでいかれるというイメージが非常に強うございます。
私は、たとえ参議院選挙で公約をしたことであっても、もう国民の皆様からノーだと、それはもういいと、言われたことについては、もう一度お詫びをしてでも、政策を見直す、徹底的に総ざらいをして、政策を見直していく、そういう姿勢、これも回答的出直しだと思っております。そういう中でですね、石破政権の政策を引き継いでいかれるということへの思いを、お聞かせください。林さん、お願いします。はい、岸田政権、そして石破政権とですね、2年にわたって官房長官としてお支えをしてまいりました。お支えをしてまいったということは、これに対する責任、共同責任も感じておりますし、少なからずこの間の政策に携わってまいったのも事実であります。よかれと思ってやったこともたくさんございます。しかし、高市候補おっしゃるように、こうした結果になりました。どこを直すべきか、そしてどこは継承すべきかと、まさにこれは保守の真髄でありですね、この守るべきものと、そして変えていくべきもの、これはこういう討論も通じながら、そして常に国民の皆様の意見に耳を傾けながらですね、全く同じということではなくて、いいところをしっかり継承していきですね、変えるところはしっかり変えていきたいと、そういうふうに思っております。高市さん、コメントをお願いします。そうですね、やはりこれまで、衆議院、参議院、都議会議員選挙、この選挙で、非常に厳しい審判を私どもは受けました。その中でも特に2万円給付の話、これはもういらないんじゃないかというお声もたくさん聞きました。その、代わりにということで、即効性のあるものとして、私たちはガソリン税ですとか、軽油、引き取り税ですとか、それからさっき申し上げた地方交付金ですとか、いろんな話を出してます。ぜひ前向きに考えてまいりましょう。小泉さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、次は小林候補に安全保障でお伺いをしたいと思います。小林さんは防衛費対 GDP 比 2% では到底足りないという立場の中で、NATO 諸国は2035年までに GDP 比 3.5% まで上げることを踏まえつつ、日本も国家安保戦略を早急に改定をして、防衛費のさらなる増額を図る方針を示されています。私も我が国自身が強くなければ、国民の安全安心を守ることはできない。この立場は全く同じです。防衛費対 GDP 比 2% を着実に実現すべきだと考えています。小林候補は、さらにその先について、2% では到底足りないとおっしゃっているわけですけれども、どの程度まで引き上げていかれるのか、NATO 加盟国の 3.5% も視野に入るのか、その場合は 7.5 兆円ぐらいの追加費用が必要となりますが、どのような財源を考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。小林さん、お願いします。はい、ありがとうございます。今、我が国が置かれている状況は、もう9月3日の天安門広場を見れば明らかですよね。習近平国家主席とプーチン大統領と金正恩総書記がいると、そういう国に囲まれているので、やはり自らを守る意思のない国を誰も守ってくれない、これは世界の常識だと思っています。なので、日本としても防衛力を抜本強化しなければいけない、戦い方も変わってきた、サイバー、あるいは無人機、そして偽情報、そうした中で、私は他国に言われて、この防衛費を上げるというのは、それは筋違いだと思っています。自らのことは自らで決める。そしてやっぱり積み上げだというふうに思っています。しかしながら、やはりスタンドオフミサイルですとか、ミサイル防衛、あるいはこの弾薬の備蓄もですね、戦争って戦争を抑止するんですけれども、ウクライナを見れば、いつ終わるかわからない。そうすると、そういう状況もシミュレーションしながらやらなきゃいけない。研究開発費もいる。なので 2% では到底足りないと思っていますが、その先のことは、これから速やかにその分析をする中で積み上げていくべきだと考えています。小泉さん、一言お願いします。はい、ありがとうございます。日本は戦後最も厳しい安全保障環境にあります。その中で、自分の国は自分で守る。こういった意思を持っていなければ、どの国も守ってくれないのは当然のことです。国民の安心安全を確実に守るために、金額ありきではなくて、防衛力の具体的な中身を丁寧に検討して、財源もしっかりと確保しながら、必要な金額を私も確保していきたいと思います。小林さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、高市候補に伺いたいと思います。高市候補は
いわゆるこの対日投資審査委員会、日本版シフィウスというものを創設するということです。で、今の私の理解では、昔は財務省と所管官庁、この2省がこの投資審査をやっていましたけれども、今は関係省庁がこの事実上の合議体を作って、今、投資審査をやっているというふうに認識しています。で、この日本版シフィウス、私も非常に興味深く捉えているんですけれども、この必要性について、高市候補のお考えをお示しいただければと思います。はい、高市さん、お願いします。はい、ありがとうございます。この対日投資委員会、この創設は私にとって強い思いがあります。これまでの審査の仕方というのは、今、小林候補から言っていただいた通りでございます。財務省を中心に、いろいろな所管する役所がですね、関わって投資審査をしているんですが、ちょっと申し上げにくいことではありますが、その例えば、投資案件を所管している役所の中に、必ずしもこの経済安全保障、もしくは国防への影響、こういったものに対してですね、非常に強い問題意識を持っておられるところと、そうでないところがあるということを痛感いたしました。やはり強力な、日本版シフィウスを使って、作ってですね、でしっかりと、みんながこれ、セキュリティクリアランスも受けていただいた方がいいと思うんですが、クリアランスホルダーとして、審査ができる、そういう体制を期待いたしております。小林さん、お願いします。ありがとうございました。アメリカのシフィウスと日本のその当局というのは、実は情報交換できることにはなってるんですけれども、まだまだこちらからギブアンドテイクで出せるだけの情報はまだほとんどないと思っています。なので、高市候補おっしゃっている通り、インテリジェンス能力というものを高めていく必要があるということと、外為法の中で補足できないのは、懸念国の支配下にある日本企業による企業買収は国内取引となってしまうので、外為法に補足できない、そこも今後の課題として、日本政府として取り組んでいければいいんじゃないかなと考えています。おっしゃる通りです。茂木さん、相手とテーマを指定してお願いします。林さんに先ほどのですね、高市候補の質問と重なる部分はあるんですが、官房長官の立場上ですね、政権運営、そしてまた政策の継続、こういうことを、お話しされる、このことは理解しております。その上で先ほどですね、継承するものは継承する、そしてまた変えるものは変える、こういうお話をされていましたが、具体的に政策の中で、例えば現金給付も含めてですね、何を継承し、そして何を変えていくのか、お話しいただければと思います。林さん、お願いします。はい、ありがとうございます。例えばということでお出しをいただきましたので、この2万円公約をして、しかし選挙には敗れました。これをですね、この固執をするつもりはありませんが、約束をしたことを、これをベースにですね、やはり即効性のあるこの物価高対策ということで、これと、そしてガソリン税の対策、ガソリン税の暫定税率の廃止と、これ、即効性のある、今年年内にもできるものだというふうに思っております。そして変えていくところ、まさに、足していくという方がいいかもしれませんが、コンテンツのですね、可能性、ずっと議論をしてまいりました。そして今、デジタル赤字というのが非常に増えてきております。これの展開、今まで議論してきましたが、これを実際に実施していくということによって、これぞ急激にデジタル赤字が増えないようにしていく、こういうものをしっかり足し上げていきたいと思っております。茂木さん、一言お願いします。現金給付について、これ参議院選挙でもですね、国民の皆さんから明確にノーと言われたわけですから、これは修正ではなくて、私はですね、転換すべきだと思っておりまして、各地方がですね、それぞれの地域、物価高対策といいましてもですね、課題やニーズが違っております。自由に使えるような新しい交付金、それも今までと一桁違うような交付金、これを創設する方が有効なんではないかなと、こんなふうに考えています。はい。最後の3巡目に入ります。温まってきたかと思うんですが、また一つずれて、高市さんからお願いします。高市さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい。じゃあ、さっきご質問いただいたので、小林候補にお願いいたします。
小林候補のメイン政策ともいえる、所得税の定率減税なんでございますが、定率減税は税額に比例した減税となりますから、この所得が高い人には大きな減税となりますけれども、物価高で困っている低所得者には、メリットが小さいと思うんですね。例えば単身だったら給与収入200万円。で、この所得税額、これ3000円ですね、給与収入200万円の場合。それから、給与収入1000万円だったら80万円というような感じになるんじゃないかと思うんです。で、定額減税と比べて、定率減税ということですから、逆進的であるのは否めないと思います。これは上限を付したとしても、一定程度は高所得者に有利なんじゃないかと考えるんですけれども、このあたりのお考えですね、定額と定率、どっちがいいか、お考えをお聞かせください。小林さん、お願いします。ありがとうございます。まず、この所得の低い方への対応としては、重点支援、地方交付金ですとか、あるいはガソリンの暫定税率廃止などで対応していこうというふうに考えています。で、私がこれを訴えているのは、やはり中間層、この方たちがやはり今、冒頭申し上げた諦めとか不安を抱えておられるので、とにかく働いて、頑張って働いて、給料が上がった分、その分、この恩恵の大きい、そういう仕組みとなっている、この定率減税というものを選択させていただきました。当然、今、高市候補おっしゃっていただいた通り、高所得者優遇というご批判があり得るので、そこについてはやっぱキャップを設けるということで対応させていただきたいと思っています。ちなみに、この平成11年から18年までの直近のこの実績があるんですけれども、その時は上限25万円、そして減税額2割ということで、国税の規模としては大体 2.6 兆円程度という形になっています。高市さん、コメントお願いします。そうですね。対象を本当に手当すべき人に絞ってですね、そこに資源を集中させるということが大事だと思っておりまして、私は2021年以来、お訴えをしておりますのは、給付付き、税額控除でございます。これは本当にこの中低所得者層、ここに絞った対応でございます。給与収入に応じて手取りを増やす、こういう内容でございますので、また一緒に考えてまいりましょう。小泉さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、林候補に、肝入りの政策である日本版ユニバーサルクレジット、これについてお尋ねしたいと思います。この制度はイギリスでも導入されたというふうに承知をしています。税保険料の負担軽減に取り組むことは重要で、私もインフレ時代に対応した所得税制の見直しや、超党派の社会保障制度改革、これは取り組む必要があると思います。林候補は今回、全く新しい制度の導入を提案されたわけですが、どのように世帯ごとの所得を把握するのか、どのような規模、財源を想定されているのか、また生活保護など、既存制度との関係をどう整理するのか、こういった制度の詳細についてお聞かせいただければと思います。林さん、お願いします。はい、よくぞ聞いていただきました。ありがとうございました。だいたい3ステップをイメージしておりまして、ホップ、ステップ、ジャンプで、ホップで1億人全部世帯を調べるというのは不可能ですので、モデル世帯というのをですね、抽出して、保険料、税、そして子育て負担と、そして収入と、まるで家計簿をつけるようにですね、それぞれのモデル世帯について、しっかりと情報を把握した上でですね、このどういう目的でいくらぐらい配っていくのかというですね、いわばポイントみたいなものを考えていきたいというふうに思っております。その時に大事なことは、中所得層、低所得層に絞るという、今、高市先生がおっしゃったようなことです。で、これをやった上で、どれぐらいのレベルの給付にするか。で、その時に生活保護とか児童手当とかですね、今あるものをここにどれだけ統合できるかと、これを設計していきます。これがステップ2です。そしてステップ3はですね、まさにそれを実行するということで、そこで財源がいくら出ていくか、財源もしっかり考えたいと思います。小泉さん、お願いします。はい、ありがとうございます。細かい制度設計というのは今後の課題だと思いますけれども、イギリスでは2010年に議論がスタートしてから15年間、ようやく定着し始めたと伺っていますので、息の長い仕事になるのではないかと思います。
他方で、今、国民の皆さんの声は、目の前のこの足元の物価高対策をスピーディーに進めてほしいということだと思いますので、まずは所得税の基礎控除等を物価や賃金に合わせて引き上げていく、こういったことも野党とも協議を進めながら、スピーディーに実現をしていきたいと思います。小林さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい。林候補に外交面で、対中外交について具体的に1点お伺いしたいと思います。中国という国は、好むと好まざるにかかわらず、しっかりと向き合わなければいけない国だと思っています。で、中国がやっぱりもう挑戦となっているのは、事実だと思ってまして、東シナ海、南シナ海での一方的なこの現状変更、そして、経済的な威圧もある。軍事力、軍事費も急増している状況の中で、もう一点、私自身が非常に気になるのは、邦人保護の観点なんですね。もう3万拠点があって、10万人近いその在留邦人がいらっしゃると。その中で実際に邦人が拘束されている中で、これからもそういうリスクというものは存在し続けると思っています。その中で今後こうしたリスクに対して具体的にどうリーダーとして対応されていくのか、お考えをお示しいただければと思います。林さん、お願いします。はい、ありがとうございます。2022年に当時外務大臣でしたが、国家安全保障戦略というのをまとめさせていただきました。その時に、この中国が挑戦であると、まさに今、小林さんがお使いになった言葉を明記させていただいて、ロシアと北朝鮮の脅威と相まってですね、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境にある。防衛費を 2% GDP 比ですね、そして反撃力を持つと、この決断をさせていただきました。それをさらに実施をしていきたいというふうに思っております。それから中国がスパイ防止法というのを作ったときに、条文をよく見ますと、スパイとは何かというところ、最後にですね、その他スパイ行為ということがあります。これを一つ例示をしながらですね、日中外相会談でも常に取り上げてですね、こういうことがあると法的安定性ありません。投資をできなくなりますということをずっと言い続けてまいりました。トップ外交もそうした是々非々で臨みたいと思っております。小林さん、コメントお願いします。ありがとうございます。最後にまさに林候補がご指摘された中国のスパイ防止法、これはちょっとこの日本の中で導入できるようなものではないですけれども、今、このスパイ防止法的なものというものをやはり対抗手段として持っていることが中国に対する一定の抑止になるかもしれないと私は考えています。それと、やはりこうした問題、やっぱトップリーダーが直接関与して解決していかなければいけない問題だというふうに受け止めています。茂木さん、相手とテーマを指定してお願いします。それで小泉さんに若干外交に入ってきましたので、日米関係についてお聞きをしたいと思っております。私は第一次、トランプ政権で、トランプ大統領とも何度もお会いしてきましたけれど、非常に厳しいというか、タフな大統領だと、こんなふうに感じております。第二次政権になりましてですね、今まで以上に厳格な姿勢を取る。またそれに対する求心力も強いですし、アメリカ国内、それも非常に内向きになっている。こういった中でですね、じゃあどうトランプ大統領と向き合っていくのか、具体的な戦略なりがあったらお聞かせください。小泉さん、お願いします。はい、ありがとうございます。日米関係はトランプ大統領の下であっても、これからも日本外交の基軸であることに変わりはありません。さらに、この高みに引き上げていけるように、私が総理総裁になったら、できる限り早い時期にトランプ大統領との会談を実現をしたいというふうに思います。そしてトップ同士で信頼関係を構築することは極めて重要です。その中で今、農林水産大臣としても関税交渉、この中でのこれからの履行が日米同盟のウィンウィンの関係を構築する上でも非常に重要だと捉えています。この新たな枠組みを日米でともに過度に中国に依存したサプライチェーンを構築することなく、より機会として活用できるような、そんな戦略を持ちながらも進めていきたいと思います。茂木さん、コメントお願いします。首脳同士の信頼関係を築くと、これは私も安倍総理を間近で見てきてですね、極めて重要なことだと思います。同時にですね、アメリカにとっては中国というのが最大の挑戦です。これに立ち向かっていく。対峙していくためには、日本が一番重要なパートナーだ。この点を強調してですね、
一緒にやっていこうという姿勢を示すことが私は重要だと思います。林さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、小林候補にお尋ねをしたいと思います。一緒に経済安全保障枠組みをずっと作ってまいりました。それを受けて G7 の軽井沢外相会合で初めてワンセクションこの話をいたしました。そして広島では独立文書を出させていただきました首脳会合で。その時に非常に痛感したのは同志国がですね、連携してこのことに当たることによって経済安全保障の実行力というのがですね、効というのは効果の方ですが、これが強くなるということを確認したところです。今のこのですね、アメリカ、ヨーロッパの状況を踏まえてですね、小林総理になったら、この実行力を高めるためにどう連携していこうと思われるか、聞いてみたいと思います。小林さん、お願いします。ありがとうございます。同盟国、同志国との連携というのは極めて重要だと思っています。先日、台湾行ってライ総統を含め、閣僚の皆さんと会ってきました。またシンガポール参りまして、リー・シェノ前首相をはじめ会ってきたときに、強くいただいた声っていうのは、やっぱりこのアジアにおいて、やはりアメリカのコミットメント、関与がこれから薄くなっていくんじゃないかと。そういう心配を、懸念を呈されて、だから日本頑張ってほしいという、その期待感を示されました。なので、こうした国々ともしっかりとその連携をしながら、クアッドの枠組みですとか、あるいは CPTPP の枠組みをさらにこの欧州に広げていく、東南アジアに広げていく、その真ん中に日本が立ってですね、しっかりとそういう重層的な枠組みを作っていくことが必要なんだろうというふうに考えております。林さん、コメントお願いします。日本が扇の要になってしっかりやっていくということ、全く同感だと思います。ありがとうございました。これで候補者同士の討論を終わります。小栗さん、お願いします。はい。それでは第2部、日本記者クラブ企画委員による代表質問を行います。代表質問者を紹介いたします。登壇者の皆さんから見て右から伊藤博さん、橋本五郎さん、佐藤千夜子さん、奥村重三郎さん。以上4人です。質問に対するお答えは原則1分以内でお願いいたします。皆さんにお尋ねする回数が必ずしも同じになるとは限りませんが、ご了承ください。では、質問お願いします。それでは最初に基本的な政治姿勢についてお伺いをしたいと思います。国民の目は厳しいですから、我々質問者も厳しく質問しなければいけないと思ってますので、どうか失礼があったらお許しを願いたいと思います。まず、届け出順にですね、小林さんからお伺いします。小林さんは、私にはぶれないビジョンがある。構想力があると、もう再三強調されています。ぶれないコバホークというのが、小林さんだということなんですけども、どうも去年の総裁選で、これは防災省の設置は、これ不要じゃないかと言われていた。それが今度はね、そうじゃない、石破さん、石破内閣を継承すると。なんでそういう具合に変わったんですか。石破票狙いですか。よろしいですか。はい。はい。全くぶれてません。今の防災庁のこの構想というか、今進めている動きについては、私は問題ないというふうに受け止めているんです。これは私自身がぶれたわけではないと思ってまして、この1年前ですね、石破当時総裁候補が防災省構想、省だったね、最初。で、どっかで庁になってたんですけれども、最初私の受け止めというのは、このすでに今、国交省の河川とか海岸とかいろんなこの部局があって、災害の時にはその人たちが連携しながら対応するわけです。で、防災省構想の時には、確かその現場をまた別途設けるというような話がまずあったので、それはこの二重になって、無駄ではないかということと、防災対応っていうのはやっぱりこの指揮命令系統がシンプルでなければいけないので、そういう指摘をしていたところ、当時防災省構想はちょっとそこら辺が不明確だったんですよね。だから今はそこが明確になっていますので、この今のこの政府の進めている構想の方が
だんだん変わってきて、今私は問題ないというふうに変わっ受たのはけ止めています。政府の方だと。その通りです。こういうことですか。はい。それからもう一つね、穏健保守はい。と言われてる。でおそらくどうも高市さんのことを意識して言ってるのかなと。高市さんの方はそうじゃない、強硬保守だという具合に思って穏健保守を強調されてるんですか。そういうものではありません。うん、昨日別の番組でも穏健保守というふうに高市候補ごはい自身おっしゃってました。そうですねただ保守うんというのは基本的に私は穏健で、そもそも穏健だというふうに思っています。それはなぜかというと、自らが間違えうるというところを起点にしているので、自分の頭だけで考えるのではなくて、だからこそこの先人たちの積み重ねてきた伝統慣習、あるいは見えない自律的な規範を尊重するということだと思っています。そういう姿勢からすると、自らが間違えるかもしれない。だとすると権力の行使も抑制的じゃなきゃいけないし、自分と違う意見に対しても当然寛容でなければいけない。そういう意味で穏健保守という言葉をあえて使わせていただいています。はい、わかりました。茂木さん、はい。茂木さんはもう外務大臣、いろんな重要閣僚、幹事長も経験されている。言ってみれば、この5人の候補者の中で最も総理大臣に近いもう経験を重ねている、ポストをですね、重ねておられる。それなのにどうして世論調査でなかなか支持が広がらない。下位に低迷している。それはなぜだと思いますか。さまざま反省すべき点はあると思っております。ご指摘ありがとうございます。昨年まで12年間、第二次安倍政権が始まってから、経済産業大臣に始まりまして、政府、そして党でさまざまな役職を経験をしてきました。立場上ですね、どうしても思い切った発言ができなかった、発信ができなかった、発信力が弱かった、こういった点は否めない、そんなふうに思っております。またいろんな意見を聞くということが、この1年を通じてですね、大切なんだと思っておりまして、地方にもできる限り出向く、同時にですね、また若い経営者であったりとか、さまざまな人たちの意見を聞き、現場に行くと、こういったことには努めてきたつもりです。そのイメージをなんとか挽回するというか、違ったイメージにしたいという表れが、今回、なんか子ども食堂なんか訪問されてましたね。で、僕らから見てると、なんか無理してるなという感じはあったんですけど、なんか効果はあったんですか。この子ども食堂ですね、単純になんていうか食事を与えるだけではなくて、365日やってます。しかもですね、単純になんていうか食事を提供するだけではなくてですね、子どもたちの居場所を作ったり、絆を作ると、こういった形での運営をされている。たまたま誕生会が開かれるという日だったということでですね、知人の紹介もあって、訪問させていただいたというところでありますし、そこの中でもですね、非常に今、食材の値段、これが上がっている。お米もそうですけれど、そういった値段が上がっている。物価高はいろんなところにですね、影響しているんだな。こういったことも痛切に感じたところです。林さんにお伺いします。はい。岸田政権、石破政権で官房長官をおやりになった。私の経験で言えば、これほど失言の少ない官房長官もいなかったという感じはするんですけども、その林さんが失言しましたね。2万円問題。そもそも石破大臣、必要ではないか。それから2万円についても、これは自分だったら、私だったらやらなかったかもしれないと。で、大詫びして撤回したんですけども、なんとなくね、人事のように話してるなという感じがね、私だけじゃなくって、多くの人が感じたんじゃないかと。本当にそう思ってるのかなという感じをちょっと抱かせた。これについては、どういう具合に反省されてますか。
はい、まさに反省しておりまして、お詫びと撤回をさせていただきました。せっかく聞いていただいたので、少し説明をさせていただきますと、まさに官房長官として、記者会見を行うときは、私の見解ではなくて、政府の見解ということでですね、そこに忠実にやってきたつもりでございます。一方、番組は候補者個人ということでですね、少しテンポの速い番組でしたから、自由にしゃべらせていただく中で、若干、この言葉足らず、言葉の使い方がおかしかったと、こう思って反省して、訂正をいたしました。2枚について先ほど申し上げた通りですね、これはベースとして、かつ、この少し、このまんまではなかなか通りにくいと思いますが、即効性のあるものとしてですね、今度はやっていくということを申し上げているところでございます。出場というのは総理の最後の会見ですね、お辞めになるという会見を聞かせていただいて、ずっと辞め時を実は考えていて、関税がまとまったこのタイミングでと、それが頭にあったもんですから、ちょっと出場じゃなくて、ずっと考えておられたと言えばよかったんですが、ちょっと言葉の使い方を誤りました。はい、先ほど茂木さんでしたっけ、継承とこのね、実績について、何を継承するんだっていう話をされました。それに対してお答えもありましたけども、それよりも何よりも、石破政権は失敗して退陣したんですから、その退陣せざるを得なかった石破政権を継承するっていうのはね、これはいかがなものかっていう印象を受けるんですよね。その点はどうですか。はい、石破政権やってきた、私もその中におりました、一つ一つの政策が全部否定をされたかというとですね、私は必ずしもそうではなかったと思っておりますし、長期的に効果が出るやつで、1年ではなかなか効果が出なかったこともありました。また関税もですね、赤澤大臣に何度も言っていただいて、なんとかまとめることができました。こういうものはですね、特に対外的なものは継承していかなければならないものもあるというふうに思いますので、変えるべきところは変えるし、継承していくべきものは継承すると、こういうふうに申し上げました。はい、じゃあ、高市さんにお伺いします。こんにちは。この前の党本部の所信発表演説会で、はい、奈良の女の大友のやかもちはびっくりしましたね。あれは相当周到な準備をされて、臨んだんですか。すいません、準備をする時間がございませんでした。ああ、そうですか。ただ私の心から湧き出る、思いです。政策に関しましては、その直前、その、前の週の金曜日、の出馬会見でですね、もうこれでもかこれでもかというぐらい喋り散らかしましたんで、もう政策はお腹いっぱいだと、言われる方々も多かった。ですから、そこで特に深掘りで掘れなかったこと、深掘りできなかったことも少し入れながら、私の今の心情、思い、心の声を話をさせていただきました。いや、きっとね、僕らはふるさとを愛し、しかも日本の文化を愛する、そういう文脈の中でこの話されるのかなと思ったら、鹿が出てきて、それでこういう具合に外国観光客が鹿を蹴り上げたりという感じで、それから神社をね、その鳥居を鉄棒に見立ててやるという批判をされていたんですけども、これは根拠はどういうところにあったんですか。動画は流されているようですけど、その根拠はあったんですか。確かめたんですか。確認、自分なりに確認をいたしました。奈良公園の鹿も被害を受けておりますし、そしてまた落書きでしたり、それからこの、鉄棒のように使っておられると、いったようなもの、こういったものがルースされているということによる、私たちの不安感、そして怒り、というものはある。これは確かなことだと思っております。私は特に準備をしたわけではないというのはですね、一番話したいことはいつも経済政策です。成長のための、取り組み、これが限られた時間であれば一番申し上げたいことなんですけれども、もうそれはお腹いっぱい申し上げましたんで、あの時はそこで、言い切れなかった
でも静かにふつふつと多くの日本人の中に芽生えている、そういう不安や怒り、そういったことをどう改善していくか、そこにも取り組みたいという思いを申し上げました。そうですか。ちょっともう一点ね、靖国の参拝なんですけども、はい、あるほど参拝にこだわっていた、明言されていた。今度はそれを避けてますよね。これどういうことなんですか。現実可能性はなかなか実際に総理大臣になるとそんなできないよという判断なのか、それともそうじゃなくて、できるだけそれに反対する人たちのこれは配慮もあってなんですか。私は靖国神社は、これはもう戦没者慰霊の中心的な施設だと思いますし、また平和のお社と申し上げてまいりました。ですから、いかにこの戦没者を慰霊、するか、そして平和を祈るか、ということについては、これはもう適切に判断をしなければいけません。前回の総裁選挙の時もですね、別にまだ総理大臣にもなっていないのに、言う必要はなかったと思います。ただ、これは心静かにしっかりと最後、適切に判断をしなきゃいけない。でなお、これは外交問題に絶対されちゃいけない、されるべきことじゃないと、私は確信をしております。私も世界中の慰霊施設、それが日本を攻撃した国であってもですね、もう行くたびに慰霊を続けております。お互いに相手の国のために命を捧げた方に敬意を払い合える、そういう環境づくりに力を注ぎたい、そういう思いでいっぱいです。はい、わかりました。それじゃあ小泉候補、はい、最後にお伺いします。お願いします。今回のね、候補者の中で、小泉さんに非常に際立って見えるのは、非常に慎重なんですね。で、これは党内融和をまず第一にして、そして、例えば選択的夫婦別姓問題でも、これまず主張を封印する。で、しかしね、進次郎らしさっていうのは何だったんだろうと。それは、たとえ党内で異論があっても、それは国民に呼びかけながら、自分の信念を通すと。それがらしさだったんじゃないですか。それがすっかり影を潜めたっていうですね、これは印象ではなくて、映像なんか見ても、はっきりそれが出てる。これは総理大臣に近づいたから慎重になったんですか。ありがとうございます。選択的夫婦別姓についても、封印したじゃないかと、こういったご指摘がありました。事実、昨年の総裁選挙においては、この場所でも私は訴えました。そしてその後に起きたことは、自民党の中で議論をしたんですけども、ワーキングチームの中で結論は出ませんでした。そして野党の方でも議論がされましたが、野党もこれは一つの案にまとまることはありませんでした。そういった中で、家族観、そして価値観、夫婦の形、こういった問題については、より国民の皆さんの理解、そしてまた与野党のコンセンサスをどうやって作っていくか、ここにより努力をしなければいけないという思いに至りました。そして今、国民の皆さんが政治に何に優先順位をつけて取り組んでもらいたいと思っているかといえば、やはりこのインフレの局面になってきて、物価高で苦しいという方や、外国人が増えてきて、治安は大丈夫だろうか、そういった国民の皆さんの不安に対して、十分に向き合えてこなかったということも、今の自民党の置かれた状況だと思うので、私としてはそういった判断をしている、そういったことを丁寧に国民の皆さんにもご説明をできればと思っております。それにしてもね、他の候補が、ほとんどペーパーを見ないで喋ってる。しかし、小泉さんは、極めてそこは何度もペーパーに目を通しやってる。で、これはね、相当慎重にやらなければいけないということなんでしょうけども、まだ44歳でしょ。そんな慎重すぎてどうするんですか。別に挑発するようじゃないですけども、いかがですか。年齢ではなくて、責任ある立場の者は、適切な慎重さは兼ね備えるべきだと思います。ご指摘は、紙を読んでいる、こういったご指摘があることも承知をしています。
一方で、うんだからといってそれが自分の言葉ではないということではなく、うん大臣公務の合間を縫ってうん自分なりに相当手を入れて、うんそして何度も推敲を重ねて、そして時にはチームの中でもこれはどうしたらいいか、そういった時間も持ってもらって、最終的にいかに正確に私の思いが伝えられるか、そこに私は重きを置いたつもりです。ご指摘をしっかりと受け止めながら、丁寧にご理解いただけるようにしたいと思います。はい、わかりました。では、物価高対策、経済政策に移りたいと思います。ガソリン税の旧暫定税率引き下げに関しては、財源の問題はあるにせよ、皆さん賛成ということですので、消費税について、小泉さんと高市さんにお伺いします。7月の参院選では自民党が責任政党として消費税減税を否定する一方で、野党は消費税減税で足並みを揃えているということで、与野党間には隔たりがあるということかと思います。昨日の記者会見で小泉さんは、あらゆる選択肢を排除しない。高市さんは、もう一回党内で練り直してみることも大事と発言されていますが、今後、野党に消費税減税で歩み寄る、あるいは総理総裁として臨む次期衆院選で消費税減税を公約として掲げる可能性も排除しないということでしょうか。小泉さんからお願いします。はい、ありがとうございます。まず、国民の皆さんが求めていることは、スピード感を持って足元の物価高対策をやってほしい。このことについて言えば、やはり即効性ということで言うと、私が訴えているガソリンの暫定税率の廃止に、これ、与野党合意のもとですから、この協議を加速をすること、これがまず大事なことだと思ってますし、所得税のインフレの局面に合わせて、基礎控除などを物価と賃金の上昇に合わせて引き上げていく、こういったことが私は大事なことだと思います。ただ、今ご指摘のあった通り、野党の中には消費税減税を訴えているところもありますので、そこの選択肢を否定せず、まずは協議をする。ただ、目の前にスピード感を持って、国民の皆さんが求めている負担軽減につながるのかということについては課題があることも事実で、高所得者に減税の恩恵が大きいのではないか、社会保障の財源として全額に使われているという現実をどうするのか、そしてまたシステム改修などに時間がかかるのではないか、こういった課題はありますので、やはりそこはしっかりと与野党で議論をすべきことだと思っています。私、よろしいですか。お願いします。はい。消費税率の引き下げ、特に私が参議院選挙前に党内の会議で訴えておりましたのは、食料品にかかる軽減税率、この引き下げでございました。ただ、これは私なりに、今やはり食料品価格、これで一番困ってらっしゃる方が多いと思うこと、それから所得がそれほどない方、ほとんどない方にもこの消費税というのはかかっていく。そういう意味では生存に関わるものに関しては下げてもいいんじゃないかという主張を強くいたしておりましたが、これが党の、体制の意見にはなりませんでした。つまり税制調査会の段階で撃沈をいたしました。ですから、昨日までのテレビ番組でも選択肢から排除するものではないと、経済を成長パスに乗せていく、そして今の生活苦からですね、を救っていく、そういう意味では排除するものではないと申し上げましたが、今、小泉候補がおっしゃったような問題もありますし、で党内で合意ができないと、他党とも話ができない、だからスピード感のある政策を優先させていただいたということです。ありがとうございます。茂木さんにもお伺いします。茂木さんは、野党側が連立政権に参加するための条件として、消費税減税を提示してきた場合に受け入れるのはかなり厳しいと述べていらっしゃいます。消費税減税には反対だという理解でよろしいでしょうか。物価高対策としてはですね、まず時間がかかってしまう、レジのシステムの改修であったりとか、こういったことでですね、直近の物価高対策としては、消費税の食料品の減税をするということについてはですね、効果が非常に薄い、というか効果が出ない、こんなふうに考えております。その上で、私は連立の枠組み
これは広げていく必要がある。ただ、いろいろ今までやってきてですね、簡単なものではない、こういったことは理解をしております。そんな中で、こちらとしてどういうことだったら受け入れられるか、もう最初からこの議論はしませんということではなくてですね、さまざま各党によって優先順位、政策の優先順位は違うんだと思います。そういったものを見極めながらですね、協議をしっかりと進めていきたい、こう考えています。ありがとうございます。次に林さんに賃上げについて伺います。はい。実質賃金 1% 程度の上昇というのを掲げていらっしゃいます。さっき第1部で小泉さんに対して賃上げの具体策っていうのをお聞きになってましたけれども、林さんから小泉さんに賃上げの具体策っていうのをお聞きになってましたけれども、同じ質問をしたいんですね。この 1% の実質賃金上昇っていうのをどういうふうに具体的にやるのか。物価上昇率どれぐらいに見込んでいるのか、日銀とのコミュニケーションどう取っていくのか、具体策をちょっとお聞かせてください。はい、お答えする前に、先ほど小泉候補にお聞きしたのは、賃上げのための具体策ではなくて、私は実質と申し上げているので、100万円という時のインフレ率ですね、それはどういうふうに考えておられるのかという質問をいたしましたので、ちょっと申し添えておきたいと思います。でこれはもう林プランで詳細に出しておりますけれどもですね、この成長戦略、そして企業の収益を上げると、基本的にはこれしかないというふうに思っております。ただですね、大企業に限って言えば現金が積み上がっていると、こういうのも事実であります。例えば現金が積み上がったときにですね、海外に投資をする、国内に投資をする、賃金を上げるといろんなオプションがあると思いますが、その中で例えば自社株を買って償却すると、こういうお金があるんならですね、ぜひ投資をしてもらいたいと思っております。で、ちょっと時間の関係で端折りますが、GX やですね、DX、これは AI を含みます。そしてコンテンツ、スタートアップ企業、今までやってきたことをですね、さらにこの力強く推進していくことによって、私は坂の8割、9割まではですね、来ていると、そういう認識であります。この手を緩めないということだと思います。なんかかつての感染春闘のようなことを、労使交渉にですね、こう、なんていうか、インカレッジするとかですね、そういうことまで考えていらっしゃいますか。春闘に先立ってですね、官邸でも労使の皆さんとお会いして賃上げをお願いするということは、安倍政権以来ずっとやってきたことでございますので、この努力もですね、続けていきたいと思いますが、やっぱり資本主義、市場経済でありますから、やっぱり儲かって賃金が上がると、この循環は大事にしていきたいと思います。あと、それに関連して格差の解消についてお聞きしたいんですが、その結局実質賃金 1% 上昇したとしても、格差が今のようにね、拡大したままでは意味がないと思うんですね。先ほどその日本版ユニバーサルクレジットですか、これを導入するってことをおっしゃってましたけれども、これには非常に時間がかかるという話ですよね。そうすると当面どうするんだっていう問題が問われるわけで、実は今回の参院選の自民党の総括でも、格差が非常に拡大したってことを事実上認めているくだりがありますよね。で、石破政権では就職氷河期世代対策というのは少し強化したところがあって、住宅確保とか資産形成を含めた施策に踏み込んだというのがあります。今回、会場からもこのことを聞いてほしいという質問が早速来ておりまして、その格差解消のために、その就職氷河期世代の対策をより強化する考えはあるかどうか、あるいは会場の質問ではないですけど、不本意非正規という人たちをどういうふうにしていくのか、そのユニバーサルクレジットもいいんですけども、もう十何年もかかるということだったら、目の前の格差解消をどうするのか、これをやらないと、結局、この間の参院選が参政党が躍進したように、自民党が全部じゃないですね、大幅に票を取られたように、自民党が自分たちの方向いてくれないということが解消できない、ここをどうしていくつもりですか。はい、ユニバーサルクレジット、日本版ですから、15年かけるとは思っていません。もっと早くやらないとですね、かついろんな前例はありますからですね、日本にあった早くできるですね、しかもイギリスの場合は、勤労者ということで18歳から65歳ぐらいまでというふうになっている制度なんですが、私は若年層、子育て層、
そして中所得者、低所得者に絞ってですね、この政策をやっていきたいというふうに思っておりますので、15年も追っかけるつもりはないということは申し上げておきたいと思います。それから先ほど橋本さんのご質問で継承というのがありましたが、まさに継承したいところの一つがですね、今のところでありまして、ずっとそこに光を当てた政策というのはですね、石破政権ならではの政策をやってきております。これを継続推進していくということは当然だということも申し添えておきたいと思います。非正規対策はいかがですか。非正規対策もやってきておりますのでですね、これもしっかり対応していきたいと思います。高市さんに2点お伺いします。金融市場には高市さんが総理になれば円安株高という声があります。その背景としては、ちょうど1年前の総裁選中に、金利を今上げるのはアホやと思う、長いデフレに戻る不安があると発言された印象が非常に強いということがあるというふうに受け止めています。まず1点目として、1年が経過してこの見解にお変わりはないでしょうか。2点目としては、円安株高という市場の見方は、高市さんのマクロ経済政策の下では、インフレがさらに進むと見ていることの表れのようにも受け取れると思います。人手不足や原材料高のような供給制約がある中で、大胆に需要を追加していく積極財政政策で、インフレがさらに加速するという懸念はないのでしょうか。よろしいですか。はい。金利を上げるのはアホやというところが非常に大きく報道されましたが、私は経済政策としてですね、例えば財政政策も金融政策も、これをきちっと方向性を決める責任というのは政府にあると。そしてその手段は、金融政策に関しての手段は日銀が決めるべきだということを昨年も前提として申し上げてまいりました。ここはご理解をいただきたいと思っております。で、ただ、金利が急激に上がった場合にですね、少し心配な状況、例えば今、いろんな候補が言ってます、生産性上げましょう、もっと上げましょう、そのための、DX 投資も必要ですよ、そういった投資に企業がお金を回せるのかどうか、この点はあります。それから、住宅ローン、こういったものに対応できるのか、若い方々お困りになるんじゃないかということもございます。それからインフレを加速させるという話ですけれども、今の物価高、主にこの輸入要因、ですよね。そしてなおかつコストプッシュインフレでございますよね。ですから家計支援と供給力投資、これを同時に行うということで、私は賃金主導のインフレ、緩やかなインフレ、これに移行させることを考えております。ありがとうございます。小林さんに所得税改革についてお伺いします。第一部でだいぶクリアになったかなと思うんですけれども、言及されていた平成11年から18年の、税額控除の上限25万円というキャップ、あと規模としては 2.5 兆円、このあたりが叩き台になるという理解でいいのか、これ確認ですね。これは制度設計上、かなり額が変わってきますから、一つの参考として考えてまいります。はい、でこの2年の時限措置の後に恒久減税化したいと、あるいは恒久措置にしたいということだと思いますけれども、その時限措置の延長ということで言えば、中低所得者のあたりの累進税率は下げて、高所得になると急に上がるような、そういう、より高所得者に相対的に重い、あるいは、再分配機能を強めたような所得税制を施行されているのか、また恒久の税ということになると、恒久の財源が必要で、なかなか税収の上振れで対応するというわけにはいかないと思いますけれども、そのあたりの展望もお聞かせください。はい、2段階になってまして、その後者の所得税の抜本改革というのは、あくまで中間層をしっかりと支えていくための体系を模索していきたいと思っています。で、その上で、この中間層のこの税率構造だけではなくて、各種控除がありますから、この控除についても抜本的に合わせて見直すということで、中間層を下げていく。で、その代わりにですね、
高所得者の方は一定程度のご負担はいただくことになろうかとは思っています。ただ、この所得税のその中だけで調整するのではなくて、恒久財源としては、当然歳出改革も含めてですね、考えていかなければいけないと捉えています。はい、ありがとうございます。所得税に関連して、小泉さんと高市さんにもお伺いします。物価高に応じた所得税の基礎控除の引き上げについては、お二人とも、言及されていて賛成ということだと思います。基礎控除だけではなくて、給与所得控除も合わせた非課税枠、いわゆるですね、国民民主党の言っている年収の壁を103万円から178万円に引き上げる案には、端的に言って賛成か反対か、歩み寄る可能性があるのかないのか、お聞かせください。これはどちらから？小泉さん、お願いします。私が訴えている所得税のインフレ時代の見直しに合わせて基礎控除等を引き上げる、これを、国民民主党の皆さんも含めて協議をする、それはその通りだと思います。我々だけでは少数与党の中で実現はできませんので、まず協議の中でどこだったらお互いの一致点を見出すことができるのか、これは誠実に協議をさせていただきたい、そう思っています。いわゆる国民民主党がおっしゃっている年収の壁という表現でおっしゃっております。基礎控除等にも含まれている協議の対象にもなると私は理解をしているのですが、これ、3党幹事長協議で合意をした点、ここはしっかりと守るべきだと思います。私個人の意見でございますけれども、この年収の壁、国民民主党がおっしゃる年収の壁の引き上げについては賛成でございます。ありがとうございます。私から小泉さんに米政策についてお尋ねします。米政策。はい、米政策。はい。石破総理はですね、事実上の減反政策を見直して、米の増産に舵を切るということで表明をされました。ただ、その農水の関係議員、あるいはですね、中小の農家の方から、米価が下がると、非常に苦しくなるというふうな指摘もあります。これ、最もな懸念だと思います。小泉さんが総理になった場合にですね、この増産に、踏み切る、あるいはこれを継続していく、やり続けるというお考えなのかというところですね。あとは所得保障の問題、農家への所得保障を導入するのか、導入する場合に対象となる農家をどのように定めるか、これは実は会場からもですね、質問来てまして、かなり関心の高いテーマだというふうに思いますので、明確にお答えいただければと思います。はい。まず米や農政について言えば、石破政権で進めてきて、私はその石破政権の農林水産大臣ですので、その農政の方向について、私は引き継いでいきます。で、その中で、この農家の皆さんのご不安ということで言えば、やはり長年、コスト割れの時代もあって、ようやくお米作りが安心してできるというふうに価格が上がってきた中で、備蓄米の放出ということに至ったことについて、せっかく上がったのにっていうふうな思いを持たれている方が多くいらっしゃることをまず受け止めなければならないと思っています。一方でご理解いただきたいことは、あまりに国産米が高すぎることで今何が起きているかというと、一つは海外からのお米の流入が昨年と比べて300倍です。そしてアメリカからの米の流入は昨年と比べてなんと2000倍です。この関税があっても、その関税を民間企業が払ってでもなお、海外のお米の方が安く売れることによって、棚が失われていく。国産米のシェアが取られていく。こういったことをなんとか防がなきゃいけない。そして、米の消費も、米の価格が高いことで、日本の中での消費が落ちていく。米離れが進む。これをなんとか防ぎたい。そのためには適正な価格水準に持っていかなければいけない。その暁に、2つ目のご指摘のあった、やはり安心してお米作りがこれからも営めるようなセーフティーネット、これをどうするのかっていうのは必ず進めていきます。これをご理解いただけるように、はい。制限時間ない。ごめんなさい。じゃあ、それで、はい、結構です。はい。はい。次に小林さん、社会保険料改革についてお聞きします。現役世代の社会保険料の負担軽減というのを掲げていらっしゃって、さらに負担能力のある高齢者にはさらなる負担増を求める可能性もあるという考えも示されていると思います。
で、具体的なその社会保険料改革のイメージというのをもう少しお聞きしたいと思うんですが、一方で野党の方を見ますと、維新は社会保険料1人6万円引き下げて、で財源として例えば病床11万床削減するなどして、4兆円のその医療費を削減するということを参院選公約で打ち出しました。小林さんもその医師のように財源として大規模な医療費削減のようなことを視野に入れているのかどうか、その場合には医師会をはじめとする関係団体の反対というのも予想されるわけですが、そういうことを押し切っても社会保険料改革をやるというおつもりかどうかお聞かせください。ありがとうございます。現役世代のやっぱり社会保険料の負担が重いということは事実だと思っています。したがって、まず医療費をできるだけ伸びを抑制していくという観点からは、デジタル化などを通じて、この検査、投薬、この重複を排除していくことですとか、また健康、検診、そして予防を進めていくことで、健康増進のことで、負担感を和らげていくということが重要だと思っています。それと、やはり本質的なアプローチというのは、やはり経済成長で、この所得を上げていくこと。つまり、その医療費の伸び以上に、この所得、雇用者総報酬を上げていくということが、本質的なアプローチだと思っています。その上で申し上げると、私は、やはりこの現役世代のこの高齢者の方の世代間の格差というものが私はやはりあると思っています。そうすると、やはり負担能力のある高齢者の方々には、もう少し負担をしていただく、そのことを政治家が正面からお願いしなければならないというふうに思っています。そういった維新の話が出ましたので、もう一点だけ申し上げますと、OTC 類似薬の話につきましては、これ、子どもや慢性疾患の方や低所得者の方に配慮が十分しなければいけないですけれども、例えば花粉症ですとか、湿布薬、こうしたものについては保険の適用の在り方というものを見直していく余地はあるんだろうというふうに思っています。はい、それでは次のテーマ、野党との連携連立、茂木さん、お伺いします。茂木さんは日本維新の会とか国民民主党という、政党名を例示して、連立政権の拡大に非常に積極的なお考えを示していらっしゃるというふうに承知しています。で、タイムスケジュールはなかなか言うの難しいと思うんですが、一つちょっと確認でお聞きしたいのが、選挙区の調整ですね。やっぱり連立政権を組む場合に、選挙区調整する必要なくて、それぞれ競合しながらやればいいじゃないかという意見もあると思うんですが、そうなのか、そうではないのか、調整が必要なのか、調整が必要な場合に、大仕事になると思うんですが、どういうイメージで、どれぐらいのスケジュールでやるのか、そうすると連立政権、本当に組めるのか、そのあたり、ちょっと具体的に聞かせてください。おそらく私としてはですね、連立、今の自公の枠組みを広げていきたい、こんなふうに考えています。これは少数与党になる前からですね、考えていたことでありまして、さまざまなアプローチ、ご案内の部分もあるかもしれませんが、してきたところであります。そこの中でですね、手順から言いますと、その政策の優先順位を決めて、政策の一致を見ると。もちろん、基本的な政策について、同じ方向を向いていることが大前提でありますけれど、その政策の一致を見た上で、場合によっては閣外協力なのか、それとも連立なのかという話はあると思います。その前に選挙区調整から入ったらですね、おそらく、連立の枠組みを拡大するということはできないんじゃないかなと、こんなふうに思っておりまして、海外なんかの例を見ますとですね、ヨーロッパでかなり連立政権、多党化時代で恒常化してますけれど、もう選挙になったらですね、同じ選挙区で戦うと、与党であっても、こういうことはありますんで、選挙区調整についてはですね、できればそれに越したことはないですけれど、その必ずしも、それがなければできないということはないと思っています。小泉さんにも同じ趣旨の質問をします。小泉さん、かなり連立について、茂木さんと違ってかなり慎重な言い方なさってますが、政界いろいろ取材してると、実はやっぱり小泉政権ができれば維新と組むんじゃないか、すでに選挙区調整が大阪で始まってるんじゃないかっていう、情報を非常によく聞くわけですよね。で、実際にその水面下でそういう調整が行われているのかどうかっていうのが一点、もう一つは、今、茂木さんにお聞きしたのと同じように、選挙区調整が必要だと思っているのかどうか、その点をお聞かせください。まず、仮に行われているとしても、水面下のことは言うことは間違いなくないという
ことは当たり前のことなんですが、はっきりさせておくと、そんなことは全くありません。そして私が言っているのは、これは政権の枠組みを強化をして、強い安定した政権を作らなければ、日本の中での物価高とか治安とか、さまざまな格差の問題とか、この課題も前に進める推進力は生まれない。そしてさらには、これだけ国際情勢が厳しい状況の中で、対国際社会という観点からも強く安定した政権基盤が必要だ。これは間違いありません。そのために連立というのは、一つの選択肢なら間違いありません。ただ、それは今の社会保障や物価高の対策をしっかりと向き合う中で、信頼関係を構築したその先にある、私の思いとしては、そういったことをいつも発言をしているつもりです。高市さんにも同じ趣旨でお尋ねします。連立の拡大を目指すと。で、主案指名までにやると。ここまでは候補者の中で一番分かりやすい、はっきりしていると思います。ただ、その先がちょっとよくわからない。はい、基本政策が合致する党というんだけれども、具体的にそれは何を指すのか、あるいはその野党との関係はこれまでどんな場面でどういう方と築いているのか、できうればですね、そのどういう野党が対象にあるのか、失礼に当たるとおっしゃってましたけれども、これはやっぱり高市さんがどういうお考えなのかということを、皆さんが分かるためにも、ある程度具体的にご説明いただけないかなと思うんですけれども。それは困りましたね。相手の党に対しても失礼だと思っております。やはり全国で聞いた声は自民党が何をやろうとしている党なのかよくわからないという話でございました。仮に私が総裁になりましたら、自民党の政策、総ざらい、これも含めてですね、しっかりと立て直さなきゃいけません。ただ、連立政権を組まなければ、デメリットもあります。やはりスピーディーに対応しなきゃいけない事柄もありますし、それから外交、防衛、特に来年度の予算編成に向けてもですし、もう就任したらすぐにやってくる外交に関しましても、安定した政権の上に立った外交、そしてまた世論の後押しも一定程度ある外交っていうのが必要ですから、これは一刻も早くきっちりとした連立政権の枠組みを作ると、これは自公を基軸にもうプラスアルファ、作るということは、心に秘め、いろいろ頭の中で考えております。わかりました。またおいおいお話しいただければと思いますけれども、あと小林さんにも同じ趣旨でお尋ねします。昨日共同記者会見を聞いておりまして、その小林さんのご説明、例えばその連立は手段であって目的ではない、スケジュールありきでもない、基本政策の一致は必要だけれども、どこかの政党ありきでもない、正直、ちょっと分かりにくい、つまりそのイメージが小林さんがどういうイメージを持っておられるのかというところが、ちょっとイメージが湧きにくいと思うんですね。で、やっぱりその政策はビジョンがあるっていうのは分かるんですけれども、政局とやっぱり相まってビジョンというふうに考えるとですね、もう少しそこを具体的にご説明いただければと思うんですが、イメージをですね。今もう少数与党となってますから、その中で安定して決定できる、その政治環境を作るということは、与党であれば、それは責任だと思っています。ただ、連立ありきではない。数合わせでやってはいけないというふうに思っています。あくまで手段であるということは今おっしゃっていただいた通りです。じゃあ何を基準にして判断していくかというと、国家運営の軸となる考え方というものをある程度共有しなきゃいけない。それは何かと申し上げると、憲法であり、公党の在り方であり、安全保障、そしてエネルギーの一部の政策、そして政策だけではなくて、やはり自民党としての基本的な社会に向き合う姿勢、それは自助自立するその個人というものが、まずそこは尊重されて、その上で共助公助が成り立ってくると。その考え方をすべて共有できなくてもいいですけれども、その太い軸はある程度共有した中で、個々の政策で真摯に向き合う中で、この信頼関係というものが生まれてきて、その結果として連立があるというふうに考えています。はい、わかりました。最後に林さんに、これも共同会見聞いてますと、林さんはその連立の拡大というよりも、石破政権のような部分連合に軸足があるのではないかなというふうに聞こえました。ただ、その部分連合はですね、その安定した政権運営が難しいとか、あるいは野党にいいとこ取りされるとかですね、そういう弱点もあるわけですよね。で、党内でも、もう部分連合は勘弁してくれと、連立を組んでくれっていうような声もあるのも事実だと思います。そこでその林さんは、こうした点をどう考えておられるのか、もう一点だけ、連立相手を増やさないでですね、部分連合でいって、ある段階で解散総選挙で
回復すると、そういうふうな戦略なのか、そのあたりちょっとお尋ねできますでしょうか。はい、ありがとうございます。私は決して部分連合だけしか選択肢として持っていないということは申し上げていなくてですね、昨日の番組でも申し上げたように、連立交渉、これは同時並行で進めるということを申し上げてきました。で、その上でですね、ここですっきりさせるといいんでしょうけれども、それはおそらく本当に総裁になった後のですね、このカードを狭めるということに直結すると、それは石破政権で少数与党で苦労したものとしてですね、やはり補正、この臨時国会のね、それから通常国会の当初と、そこでも痛感をいたしました。まずはやっぱり政策を自民党としてまとめて、こういうことを中心に一緒にやれませんか、これを持っていくということと、それからもう一つは総裁になっていない段階でですね、この党を名指しして、やってもですね、相手はおととい来いと、総裁になってから来いよと、こういうことだと思います。したがって、すべてのオプションをしっかりとやっていくということです。はい、わかりました。ちょっと話題変えまして、党改革、あるいは政治と金ということで、最初、茂木さんに伺わせてください。閣僚の平均年齢を10歳若返らせると、で女性を3割登用すると、これ、はっきりした方針です。大切なことだとも思います。一方ですね、茂木さん、来月で70歳になられます。この5人の中では最年長です。茂木さんご自身にですね、その総理の座をあえて若手や女性に譲るというふうな考えはそもそもなかったのでしょうか。もちろんその総理の座がですね、年齢やその性別だけで決まるとは思いません。ただし、かなりはっきりした方針を打ち出しておられるので、あえてですね、この方針と茂木さんとの関係、お尋ねしたいと思います。党の再生、そして日本経済の再生、目標2年、できれば目標2年という形で進めたい。今、誰が総理総裁になってもですね、この逆境から抜け出すのは極めて厳しい道だと、こんなふうに私は思っております。そういった中でですね、組織のトップに立つ、こういう思いよりもですね、逆風を先頭に立って受けて、みんなで改革を進めていく。自民党の力、自民党の強さは人材力ですから、そういった中で思い切って若手や女性も活躍してもらう、こういう場を作っていきたい、こんなふうに考えています。あえて伺いますけれども、目標2年、そこまで全力で走る、あえてそこでバトンタッチする、そういうお考え、念頭にあるということですか。基本的にはそう考えていただいて結構だと思います。いずれにしても、我々のですね、誰が総裁になったにしても、総裁の任期は2年ということですから、基本の目標はそこで、できればバトンタッチをする道筋、これをきちんとつけていきたいと思っています。はい、わかりました。林さんに中選挙区制のことについてお聞きします。候補者の中で唯一、中選挙区制の再導入に向けて議論をするということを掲げていらっしゃいますが、もう30年間、小選挙区制をやってきて、これを結局失敗だったというふうに総括してらっしゃるのかどうか、あと中選挙区制が復活すれば、また結局政治に巨額のお金がかかって、金権選挙がより激しくなる、より激しくというか、激しくなるのではないかという懸念もあると思うんですが、そこにどうお答えになるでしょうか。はい、ありがとうございます。まさに今お話があったように30年やってきました。で、当時の日本が置かれていた状況と、今の状況、かなり変わってきていると思っております。時は私もまだ議員ではありませんでしたが、体制の選択と、東西冷戦の中でですね、東側につくのか西側につくのかという状況がまだ残っている状況で、二大政党で政策で政権交代をする。政策で争うので選挙に金がかからないんではないかと、こういう議論があったというふうに思っております。東西冷戦もなくなって体制の選択もなくなりました。この間の参議院選見ても多党化、これ国民の価値観の反映だと思います。したがってこの状況に合ったものは何かと考えると、私は中選挙区が一つのオプションだろうというふうに思っております。それから政治と金ですが、これもこの30年間ですね、やっぱり小選挙区になったんで政治と金なくなったねというふうになっていないのが残念ながらの状況であります。したがってこちらはですね、政治資金規正法なりの
直接の規制をかけなければいけないということで、選挙制度とは切り離して考えるべきだというのが私の考えです。次に小泉さんに企業団体献金の受け手規制のことでちょっとお聞きしたいと思います。公明党とか国民民主党が献金の出し手を規制するんじゃなくて、受け皿になるその政党支部の方ですね、結局自民党にはここが7000以上政党支部があって、議員の財布代わりになってるんじゃないかという批判がある。これをぐっと減らして、より透明化したらどうか、規制強化したらどうかということを国民民主は言ってるわけで、自民党も乗りかかったし、あとこの間、野田さんと石破さんはやりましょうということで言ったんだけれども、全然進んでないと。これ、小泉さんはその透明化、規制強化ということをおっしゃってますが、ここまで踏み込むつもりはないのかなと見てて、そういうふうにも見えるんですけど、受け皿規制、これやったらそれなりに意味あると思いますが、小泉さん、総理総裁になったらどうですか、これやるつもりありますか。まず政治と金については、同じような問題が二度と起こらない土壌をしっかりと作ると、これは間違いなく進めたいと思います。一方で私は政治資金の規正法の改正にも携わった、そういった立場からすれば、あの時最後、私が大臣になる前まで現場にいましたが、自民と公明と国民の実務者同士で一定の合意を見ました。あそこの実務者合意っていうものを大切にしたいという気持ちはあります。一方で、今、石破総理と野田代表のところで、少しでもこの政治と金の問題について、何かしら合意を、また前進を見られないかという動きがありますので、いずれにしてもそういった全体の動きを捉まえて、我々国民の皆さんの信頼回復につながる、そんな対策というのは、これからも不断の見直しは必要だろうと考えています。はい、次に外交安全保障のテーマに移りたいんですが、高市さんにお聞きします。まずちょっと大きな国際情勢認識についてお聞きしたいんですが、その戦後の国際秩序っていうのが自由貿易体制とか法の支配をアメリカ中心に維持されてきた、これがもうアメリカが自ら崩すような状況になっている。しかし、候補者の皆様方はこれからどうするんだと聞くと、幾度に日米同盟を基軸に同志国との関係を強化するというふうにしかおっしゃらないわけですね。でこれはこれで大事なんだけど、果たしてそれだけでこれからの国際社会で日本が生きていけるのかという疑問も生じます。例えば安倍晋三さんが今ご存命なら、今頃もう欧州、ヨーロッパ各国を飛び回っていろんな外交努力をされているんじゃないかということも想像するわけです。そうしますと、高市さんとしてはこの戦後の国際情勢を俯瞰して、今どういう状況にあって、何が日本にとって必要なのか、その基本的な認識をちょっとお聞かせください。はい、まず安全保障環境は日本にとってものすごい厳しいです。これは核の最前線に国土を構えている3カ国は核保有国で全て隣国ですから非常に厳しい。で、自分の国は自分で守らなきゃいけない、そういう状況にある。これは皆様と共有したい点でございます。それから日本の外交ですけれども、ちょっと存在感が薄くなっている、そういう気がします。実は参議院選挙の期間中も石破総理には私は世界中を飛び回ってていただきたかったぐらいです。選挙応援はみんなで手分けをして、回りますから、本当に飛び回っていただきたかった、そんな気がします。2016年、ホイップを、日本が打ち上げて、で、その後ですね、やっぱり日本がトップを取って、TPP11、これもできた。それから日 EU 経済連携協定もあります。だからこういうなんていうんですかね、日本が世界の真ん中で咲き誇る外交、今からでもできると私は思ってます。できる限り各国の首脳とですね、リモートも含めて、対面も含めて存在感を高めていきたい。そして多くの国に貢献もしたいと考えております。高市さんにさらにアジア外交についてお聞きしたいんですが、先ほどその靖国参拝のことは多分あれ以上おっしゃらないと思うのでちょっともう控えますけれども、韓国との関係、中国との関係、特に韓国との関係について高市さんちょっと言及が少ないなと、あまりこの総裁選期間中お聞きしない気がするので、日韓関係これからどういうふうにマネージしようとしているのか、あと日中関係についても韓国と中国についてちょっと高市さんのお考えをお聞かせください。はい、言及はしております。特に安全保障のところで、日米同盟とともに、日米韓、それから日米フィリピン、この連携ですね、協力ですね、
これを進化させていかなきゃいけないということは申し上げております。あと、日本と韓国、文化的にも大変な交流もありますし、経済的にも、コンペティターである部分、例えば造船、分野なんかもありますけれども、協力をしながらですね、やはり今の危機的な状況、中国、ロシア、北朝鮮の接近の中で協力をしながら、対応していける。こういう部分は非常に、大きいと思っておりますので、日韓関係というのは、これは進化をさせてまいります。で、日中の話です。懸念事項はございます。これは主に経済安全保障上の、懸念事項、あと国防上の懸念事項ですが、やはりその、外交力、これが大事です。日本の国を守るのも外交力ですから、もうここも、しっかりと率直に、対話を重ねていく、その姿勢、で臨んでまいりたいと思っております。林さんに、対米、対中関係についてお尋ねします。第一部で小林さんと非常に興味深いやり取りございまして、でもこれリスクの話ではありましたけれども、今度関係構築の観点から伺います。林さんは非常に中国に非常にお詳しい政治家でいらっしゃる。で、時にですね、自民党内で親中派と言われることはですね、プラスに働かない面もあるかもしれません。ただその関係を構築すること、あるいはそのパイプがあること、それは非常に大切なことでもあるし、そういう意味でのですね、親中派、自民党内にも必要じゃないかと、私は思います。でその中で、日本は米中両大国に挟まれ、その狭間でどう生きるか。で今の日本にとってそれは切実な問題だと思います。一方で、林さんはそのアメリカにも非常にお詳しいと。そういう観点からですね、米中の狭間で日本は今どういうふうに生きるべきか、その大きな観点をちょっと伺います。はい、お互い引っ越せない関係、これは日中も日米も同じことであります。日米は同盟国であるという重みがございます。したがって好き嫌いは別としてですね、やっぱり付き合っていく、付き合っていくっていうことは、いい悪いも含めてですね、これはもう避けられない課題だと思ってずっと取り組んでまいりました。で、アメリカにもというよりもアメリカに費やした時間の方が、私の人生においては留学も含めて圧倒的に長いので、アメリカと中国にもと言っていただければもっとありがたいというふうに思います。で、アメリカがやはり社会が変わってきていると。これはバンス大統領の自伝を読んでも、いろんな本を読んでもですね、アメリカンドリームはもうないねということが3代にわたってですね、続いていると。したがって私はトランプ大統領、これはこういう大統領が出てきただけではなくて、背景となっている社会がですね、こういう状況になっているということの表れだとすれば、トランプ大統領の後もですね、こういう考え方を持った政権が出てくるという可能性は大いにある。その前提で、日米関係をマネージしていかなければいけない。そして、その日米関係の状況で、それを踏まえてですね、日中、これを構築していかなければならないと、こういうふうに考えております。はい、わかりました。ありがとうございました。小林さんに安全保障、防衛について伺います。これも第一部で小泉さんとはですね、やり取り、興味深く伺いました。でその戦い方が変わったと、脅威も高まっている、だから防衛費はもっと増額しなきゃいけないと、これ一見もっともに思います。一方ですね、肝心なところに言及がないようなにも聞こえます。っていうのはですね、一つは人口減、少子化の問題ですね。自衛隊の人員は今も足りません。で、これからどんどん減っていくことが予想されます。もう一つお金の問題、中国の国防費、今すでに日本の4倍、5倍あります。この中でですね、つまりその日本は人と資源、お金が限られている。その中で物量で競争してもなかなか相手に追いつけない。その中でどういうふうにその限られた資源で国を守るかと。これが本質のようにも思うんですけれども、その点をですね、ちょっと小林さんのお考え伺いたいと思います。ありがとうございます。当然、人口は当面は減っていく。だからこそ、まず私は石破政権において自衛官の処遇を改善したということは、本当に正しかったと思っていまして、これは引き続き続けていくべきだと思っています。戦い方が変わるということは、私、先ほど無人機というふうに申し上げましたけれども、あるいは AI、ロボット、こうした戦いに入っていくんだと思います。だとすると、ここに対するその研究開発費というものをしっかりとつけていかなきゃいけない。それは人口が、人手が少なくとも戦えるようなこの体制を作っていかなければいけないというふうに思っています。それとともに、やはり日米同盟が
そうで基軸になるというふうに思ってますので、このアメリカのこの抑止力、日米同盟に抑止力をどうやって効かすかっていうことをやはり引き続き考えなければいけなくて、そのためには日米同盟のアメリカにとってのレレバンス、重要性をいかに高めていけるのか、つまりこの日本の科学技術を含めたこの先端技術というものをしっかりと培うことによって、アメリカにとってどうしても必要な日本になっていく、そういうアプローチが大切だと考えています。茂木さんにお伺いします。トランプ関税の関連です。で、これはかねてですね、自分が一番トランプを知ってて、しかもタフネゴシエーターと言われた、こういう具合に自慢されています。今度の日米交渉を一体どういう具合に評価しているのか。いや、自分がもしやったら、もっともっとすごい成果が出たと思っているのか、思ってないのか。その点はいかがですか。今回はですね、私が一次政権で担当したときと状況が違っておりまして、当時は自動車の関税も 2.5% でした。それを引き上げるぞと、25% までと。こういう中で 2.5% に抑えると、こういう交渉でありました。もちろんそれ以外、農産物についてもですね、TPP 以上には、日本としては譲れないということを最初に合意した上で、日米貿易交渉というのを始めました。一方で今回はですね、日本だけではなくて、世界全体に相互関税をかける。さらにはですね、品目別関税、自動車を含めてかけていく。すでにかけた上で下げるという意味でですね、15% まで下げた。これは成果だった、大きな成果だったと私は考えております。その上で、おそらく今後ですね、どうなっていくかということで、アメリカの国内でですね、高い関税で価格転嫁が進んで、インフレとかいろんなことが起こってくる。こういったときにどうしていくか、今 15% ですけれど、これは国内経済にとっても極めて大きな影響が出る。こういう懸念があるわけでありまして、タイミングといいますか、可能性があれば、この 15% をさらに引き下げる。こういったことにもですね、チャレンジをしてみたいと思っています。はい。その関連で小泉さんね、先ほどトランプ大統領との信頼関係、会談を重ねながらというお話されています。この要諦といいますかね、トランプ、言葉言っちゃ悪いですけど、籠絡する要諦は何だと思ってますか、一言で。やはり日本がいかにアメリカにとって特別な存在か、そして日本にとってもアメリカがいかに重要な同盟国か、このことを揺るぎないものとしてお互いの認識を共有することに加えて、最近の中国、北朝鮮、ロシア、3首脳が揃い踏みをしたあの状況なども見て、国際社会や我々が取り巻く環境は戦後最も厳しい安全保障環境にあることと、こういった周辺の安全保障環境の認識なども一致をさせること、こういったことが私は関係構築、個人個人の信頼構築にとっても極めて重要なことだと思っています。いや、懐飛び込むとかね、なんかそういうもっと引きつけるものは何かということ、今の政策の話じゃなくてね、ということをお伺いしようと思ったんですけどね。はい。はい。高市さんに外国人政策について伺います。はい、冒頭のですね、奈良公園の鹿の話、たびたびで恐縮でございますが、心境はよく分かりました、伺っていて。で、その国民の皆さんに不安に感じておられる部分もあるとは思います。で一方でですね、外国人の方々がそのルールを守り、経済にも貢献し、納税もしていると、これも事実であるというふうに思いますし、そもそもがそのインバウンド、あるいは特定技能制度、これを導入したのは高市さんも非常に深く関われた安倍政権の時だったと思います。つまり何を申し上げたいかと言いますと、外国人を受け入れなくては、日本は生きていけないというのが基本に安倍政権にあって、でそれで歴代の自民党政権もそういう政策を推し進めてきたというのが基本にあるということなんではないでしょうか。でもしですね、その上でこれがどこが正しくてどこを修正すべきかということがあるのであれば、そうした点をですね、あえて申し上げますけれども、不安を煽る前にですね、冷静に国民に説明するということが、やっぱり求められるのではないかなと思うんですけれども、その点を伺わせていただけますでしょうか。はい、わかりました。会見の中でも少し具体的に申し上げました。
例えばインバウンドによってですね、多くの観光客が来てくださるっていうのは、私たち日本人にとっても嬉しいことです。で、実際に産業によってはですね、働き手不足もあり、そして制度もありますから、しっかりと外国人を受け入れている、また受け入れなくてはやっていけないところがある。それを承知している旨も申し上げました。ただ、一部のルールを守らない方々によってですね、日本に住んで、もう長くすでに住んで、で、真面目に生活しておられる外国人の方々にとばっちりがいくと、これは私は見過ごせない旨も会見の中で申し上げました。基本はしっかりルールを守っていただく、法律を守っていただく、そして難民のふりをして実は経済的目的がある、これはダメだと。それから不法滞在者、これはお帰りをいただく。こういった基本でございます。外国人問題の司令塔となるもの、今もありますが、これを強化する、拡充するということも申し上げました。はい、小泉さんに選択的夫婦別姓について、冒頭でも少し言及がありましたけど、はい、改めてお聞きします。優先順位を考えるんだっていうお話でしたけれども、やっぱりわずかその昨年の、総裁選で1年以内に決着させると、党議拘束、法案を出して党議拘束も外すんだとまでおっしゃっていた方が、やっぱりちょっと政策を後退させたっていうのは、これ、政治家としての信頼度、わずか1年前に言ってたことをもう引っ込めてしまうのかっていうのは、政治家との信頼にも関わる問題だと思うんですけれども、これ、諦めてはいないというふうにおっしゃいましたけど、当面は優先順位は下げるとしても、この先どうしていくのか、であと、いろんな理解を深めていかなきゃいけないということもおっしゃってますけど、どう理解を深めていくつもりなのか、そこもう一度お聞かせください。はい、ありがとうございます。昨年訴えたこと、そしてその訴えた思いの中には、働く女性から改正に伴うリスクや、負担、こういったものがあるので、しっかりと認めてもらいたい、この思いを受けて、で私も人生の選択肢の拡大は必要だという立場ですから、訴えました。一方で、党内の議論も一つにならず、そして野党の中でも一つにまとまらない。でこういった状況の中を考えれば、今、党内がこれ以上バラバラにならずに、皆で基本認識を一致させるような政策を進めなければいけない局面のときに、やはり政治にとっては、何に政治のエネルギーを使っていくべきかという、この優先順位ってものは重要なことだと思っています。思いは変わりませんけども、やはりそういった状況にあることも含めて、丁寧に説明をして、そして今後国民の皆さんや、与野党、超党派でもコンセンサスにつながるような努力は進めていきたいと思います。ちょっと外交に一問だけ戻って、最後は外交の一問質問させてください。パレスチナの国家承認の問題、これ、全員の方に一言ずつお聞きしたいと思います。というのは、会場からも質問が来ておりまして、ご承知の通り G7 の中でも2日なだと相次いで承認をし、もう、国連加盟国150カ国以上がパレスチナを国家承認しているという状況です。で、日本は今回承認見送りましたけども、これは正しい判断だったのかどうか、候補者の皆さんそれぞれが、総理大臣になったときにどう対応するのか、これをじゃあ小林さんから届け出順で順番になるべく短めに一言ずつ全員の方にお聞きします。はい、今回、日本政府が全くそれを否定したというよりも、その解決に向けて、この平和解決に向けて前向きなこの姿勢というものを示したというふうには理解をしています。ただ、実際認めるかどうかというところは、総合的な外交上の見地から適切に判断すべきだと考えています。二国家解決と、これが日本の方針でありまして、私もそのように考えています。その上でですね、国家承認については、1回しか切れないカードです。そのどのタイミングで切るか、紛争を今ですね、止めるためにそのカードが有効かといいますと、そこは慎重でなくちゃいけないと思っています。はい。今回ですね、私もこの決定には少なからず携わっておりましたが、いつするか否かという状況からですね、いつするかに一歩進めたというふうに考えております。で、その承認した国もあります。で、その結果どうなったかと、現状が改善されているか、そういうところも見ながらですね、
この一歩を進めるということを、二国家解決に向けて一番いいバランスとして、今回はですね、こういう言いぶりをさせていただいたということでございます。国家承認というのはもうこれ本当に重いものです。日本の総合的な国益、そして、世界の情勢も見ながら慎重に判断をしなければいけないものでございますから、これは私はここでは即答を避けさせていただきます。今、官房長官が一歩進んだとおっしゃった、その段階にあること、これについては期待をいたしております。日本は一貫してイスラエル・パレスチナの二国家解決、これを支持していますが、やはり外交、私がもしも総理総裁になった暁には、しっかりと国際情勢の変化なども、しっかりと説明、ブリーフを受けた上で、総合的な判断が必要だと思います。はい、ありがとうございました。もう予定の時間になってしまいました。最後にですね、これを皆さんにお伺いしたいと思います。これは小泉さんから、順番にですね、それは一体この衰退した日本の再生のために何が一番大事なのか、これが一番大事だというものをですね、それぞれ簡潔に述べていただきたいと思います。はい、小泉さん。何が一番大切かということで言えば、ひたむきに国民の皆さんの声を聞き、国民の皆さんの声を形にしていくことだと思います。今、自民党が衆参両院でなぜ多数を失ったのか、それは当たり前のこと、国民の皆さんの声を聞いて、それを形にするということが足りなかったと思います。やはり国民の皆さんの声を聞いた上で、そして国民の皆さんの思いを感じ取る。それを今、我々だけではできずに、野党の皆さんとも協力をしないとできないわけですから、まず自民党が一つになり、野党の皆さんと合意をしたものを進め、そして国民の皆さんの課題を解決する姿を見ていただいて、一つ一つ自民党の信頼回復、政治の信頼回復につなげていきたいと思います。はい、高市さん。私は国民の皆様の切実な不安、これは日々の暮らしであったり、未来への不安、これを夢と希望に変える政治を必ず行ってまいります。で、何が一番大事かといったら、これはもう冒頭に申し上げました。日本の底力を最大限発揮して、経済成長させることです。それができなければ、必要な福祉も、そして質の高い教育もできません。日々の暮らしも豊かにならない。みんなも夢を持てない。だからこそ、経済成長戦略を最優先いたします。はい、林さん。ソニーミュージックエンターテインメントに行って、YOASOBIのライブを見せてもらいました。綾瀬君が、日本の音楽すごいだろうって言ったら、うわっとなりました。大谷君にこれだけみんな喝采浴びています。スタートアップもたくさん出てきています。日本にはまだ底力があると思います。信じています。普通という言葉をですね、なるべく使わない。これがポイントだと思います。はい、茂木さん。日本には資金も人材も技術もすごいポテンシャルがある。まだまだ伸びるポテンシャルがあると、そんなふうに考えています。それが十分活用できていない。これは政治の責任だ。もっとそれぞれの人が活躍の場を持てるような時代、そして技術を磨いていくような時代、そして経済が成長して、今日より明日が明るい。未来の子どもたちもそう思ってもらえるような社会を作っていくということが大切だと思っています。はい。じゃあ最後に小林さん。はい。私は人づくり、教育だと思っています。国力の根幹は教育。これから子どもたちが世の中に出ていくときに、おそらく不確実性が高まるでしょう。でもそれはリスクばかりじゃなくて、そこにチャンスもあると思っています。それを自分の手でつかめるかどうか。つまりどんな状況に置かれても、子どもたちが自分の頭で考えて、自分の腹で決めて、自分の意思で行動できるような、そういう人間力ある人材を一人でも二人でもこの日本から生み出していく、輩出していく、そのことが未来の日本の力を決めると信じています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだまだお伺いしたい問題もありますけれども、予定時間過ぎましたので、これで今日の討論会を終わりとさせていただきます。広報の皆さん、そして会場の皆さん、ご協力どうもありがとうございました。